あ、どうも皆さん、こんにちは。東北きりたんです。この動画では、エーテルというモッドを導入して遊んでいこうと思います。このモッドはその名の通り、天空世界エーテルを追加するもので、バニラのマイクラでは想像することもできない、個性的なディメンションを旅することができます。と、ボーナスチェストは甘え。さて、それでは早速遊んでいきましょう。レッツ、クリエイトニューワールド。びっくりした。それでは、序盤の準備をしている間に、今回の動画の目標を少し詳しくお話ししていきます。今回メインとなるモッドは、エーテルモッド。このモッドでは、その名の通り、天空世界エーテルが追加されます。今回は、そのエーテルで追加される個性的なディメンションを探索したり、ダンジョンを攻略したりして遊んでいこうということですね。エーテルには、ブロンズ、シルバー、ゴールドの3種類のダンジョンがあるのですが、最も攻略難易度の高いゴールドダンジョンを攻略することが今回のメインの目標となります。それぞれのダンジョンには、ブロンズがスライダー、シルバーがバルキュリークイーン、ゴールドが太陽の精霊というボスがいます。みんな個性的なボスなので、結構攻略も難しいと聞いています。腕が鳴るぜ。それから、エーテルモッドでは、天空世界で達成できる様々な進捗が追加されているので、その進捗を全て達成するのがサブの目標になります。私自身、エーテルに関する知識がほとんどない状態で遊んでいきますので、至らぬ点も多々あると思いますが、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。それでは、エーテルモッドを遊び尽くす動画、この天空世界に平穏な日々を始めていきましょう。一通りの整地が終わったので、オーバーワールドでの拠点を立てていきます。今回は、割と早めにエーテルに行ってしまう予定なので、いつもより小ぶりな感じで、サクッと作っていきましょう。そんなことを言いながら、屋根に使う石レンガのために重労働をする私であった。とほほ。と、広さはこんなもんかな。なんだか、持て余しそうな気がする。今回は木こりモッドを入れているので材料集めが楽。あれ？今回は木こりモッドを入れているので材料集めが楽ちんです。ね。そんなこんなで結構贅沢めに原木を使いながら石レンガの屋根も作りまして、焚き火で煙突を作ったら、はい、完成です。海辺というロケーションも相まって結構可愛い感じにできたのではないでしょうか。とはいえ、内装は、ちょっと寂しい感じ。これから冒険して持ち帰ったものを飾ったりできればいいんだけど、エーテルにも拠点作るしな。ま、後のことは後で考えるとしましょう。第一拠点、看板よし。と、ブランチマイニングをしていたら、洞窟に当たってしまいました。まだ装備も整ってないけど、ちょっと覗くだけなら大丈夫、だよね。あ、廃校。ちょっとだけだから。と、早速賑やかになってまいりました。こんな感じで、廃校に、クモの巣がたくさん張ってある場所には、ケーブスパイダーのスポナーがあります。ケーブスパイダーは、普通のクモと違って、ちっちゃくてすばしっこい上に、毒攻撃をしてくるのが特徴です。なかなか厄介な上に、いちいちキモいので、私はスポナーを見つけたらすぐに壊しちゃうタイプです。お、金のリンゴが入ってました。落ちちゃった。親方、空からスパイダーが。出て、体力がなくなっちゃった。さすがにここで金リンゴを食べるのはもったいないので、一旦拠点に戻りましょうか。まあ、よく考えたら、探索に出る前に畑とか作っておくべきですよね。とはいえ、今回は、オーバーワールドにいる間に生活できるだけの収穫があればいいので、こじんまりとした畑を作っていきます。いつもは効率を求めて、大規模農園って感じにしちゃうんだけど、個人的には家庭菜園的な、ちっこい畑の方が好きだったりします。なんか、一人で生きてるなら、そっちの方がリアルな気がしまして。でも、
よく考えたら、小さい畑ってどう作るんでしょう。なんか、あえて整地せずに耕す感じ？はい、こんな感じになりました。なんかイメージと違うな。これは、今後練習が必要ですね。さて、それでは廃校に戻りましょう。少し潜っただけで深層岩が見えてきました。見えないところから攻撃してくるとは卑怯な真似を。しかし、これはひどい。はあ？なんでもないです。と、アイテムを回収したところで、鉄もいくらか集まってきたので、そろそろ装備を作ってみようかな。なんかこの原石からインゴットを作るやつ、まだ慣れません。そんなこんなで鉄の装備を作りまして。どう？装備も揃ったところで、ネザーに行っても大丈夫そうな感じがしてきました。とはいえ、廃坑にはマグマがこれしかなく、拠点の周りを探索していたら、マグマたまりを見つけました。ラッキー。それでは、こんな風にマグマを水で冷やしながら、はい、ネザーゲートを作りました。ネザーに行けるゲートです。カムチャッカインフェルノー。ネザーへの扉は開かれた。それでは早速殴り込みといきましょう。なんだかすごい場所に出ちゃったぞ。とはいえ、今回は実はネザーの探索をするわけではなく、ブローストーンを採取するために来ただけなので、そこまでピンチってわけではなかったり。あった。このグローストーン、実はエーテルに行くために必要になるのでして、天国に行くためには一度地獄に行く必要があるというのも、なんとなく面白い構造ですね。そんなこんなでブローストーンを手に入れたので、一旦拠点に戻ることにしましょう。帰ってきました。それでは早速エーテルに行く準備をしたいのですが、どうも向こうには向こうのツールや装備があるようでして、あまりオーバーワールドでいろいろ揃えたところで意味がないようなんですよね。そんなわけでとりあえずゲートを作っちゃって、やっぱりネザーゲートとは全然イメージが違いますね。オープン。すごく神々しい。さて、それでは食べ物を詰め込んで、よし、行っちゃいますか。飛び込め。これは雲ですかね。すごい。本当に空の上にいる。雲の上を歩くと沈むんですね。すごく怖かったです。この本を使うことでエーテルのアイテムの詳細がわかるようですね。ふむ。ザ・ベスト・パラチュー・デ・イン・ジ・エーテル？コールド・フロード・ポウンド・イン・ザ・スキーズ？ソーリー、
I don't speak your language。アメリカ語はさっぱりです。あれ、なんでしょう。雲のような模様がおしゃれですね。これが天空世界エーテル。あそこにも不思議な生き物が。あれは空中クジラ、エーテルを自由自在に泳ぎ回る巨獣ですね。昔は倒すことができないモブだったようですが、何しろ情報が10年前のものですから、今では仕様が変わっているかもしれません。なるほど、確かに色々と気をつけた方が良さそうですね。さて、それではパラシュートを使って初めての島に繰り出しましょう。これはなかなかスリルのある体験ですね。こう見るとゲートからなかなか離れた場所に来てしまいました。なんだあいつ敵モブなの？こいつはゼファー、雲型のモンスターですね。風を吹かせて攻撃してきて、当たると吹き飛ばされるみたいです。とはいえ私の敵ではありませんでしたね。今度はコカトリスですね。毒矢を飛ばして攻撃してきて、当たるとうまく動けなくなるので気をつけて。ついでですし、エーテルから落ちるとどうなるか紹介しちゃいましょうか。エーテルから落下すると、XY 座標はそのままにオーバーワールドの上空へ飛ばされてしまいます。今回は下が海なので良かったですが、これが普通の地面で、なおかつパラシュートがないと落下死してしまうと、そういうわけですね。拠点の場所を海辺にしておいてよかった。それではエーテルに戻る前に手に入れたアイテムで何か作れないか見てみましょうか。この鉄のリングってやつ、エーテルのアイテムですかね。白いマントも羊毛で作れそうです。一旦リングを作ってみますか。これはなかなか可愛い感じです。どうやって使うんだろう。ここかな。何か変わったかな。指輪は完全に装飾品で、装備としての効果は特にないみたいですね。なるほど。せめて手元に見えてたらテンションが上がったりもするのですが、仕方ないですかね。今度はグローブを作ってみました。グローブは装着時に攻撃力が上がるみたいですね。鉄のグローブでは攻撃力が 0.5 上がるらしいです。ちょっと微妙だけど、つけてるだけでいいわけですもんね。それから冷たい雲を4つ組み合わせて冷たいパラシュートを作りました。エーテルに来た時にもらった金のパラシュートと違い、こちらは使い捨てのようですね。それにしてもこの状態、無防備すぎない？あの黄色いブロックは何でしょう？なんか足が勝手に動く。でかい駅とかにある動く道みたいな使い方ができそうですね。なんだか変わった豚さんを見つけました。何？なんか松明を置こうとしたら消えて。どうやらエーテルでは普通の松明は使えないみたいですね。アンプロシアという鉱石を使うことでエーテルでも使える松明が作れるようです。アンブロシア、また大行な名前の鉱石ですね。とはいえ松明の材料になるくらいですし、少し探索したら手に入るのでしょうか。この豚は普通に豚肉を落とすみたいですね。この豚さんは天空豚。地面を蹴って飛び上がることができて、サドルを使うと自由に操作できるみたいです。移動手段は早めに確保しておきたいですし、サドルを早く手に入れたいところですね。それではエーテル製の道具を作っていきましょう。まずはスカイルートの板材から棒を作って、スカイルートのツルハシを作りました。採掘速度なんかは木のツルハシと同じなのですが、エーテルのブロックに使うとドロップ率が倍になる優れものです。そうして採取したホーリーストーンを使って聖石のツルハシを作りました。こちらは
稀にアンブロシアの追加ドロップがあるようです。稀に、です。と、このお花は。なんじゃこりゃなんじゃこりゃ。この花はエーカープラント。近づくと毒矢で攻撃してくる厄介なやつです。しかも、コカトリスの毒矢と同じで、体が勝手に動くんですね。嫌な感じですね。私にかかればこんなもんよ。あれ、なんか進捗を達成しましたね。エーコル花弁？モアの餌になるって書いてあるけど、モアって何かしら？モアはコカトリスに似た動物で、天空豚と同じく空を飛ぶことができるようです。この花びらはモアの赤ちゃんが成長するのに必要みたいですね。ほうほう。お馬さんなんかと同じで、そんな滅多に見つかるものでもないでしょうし、後でゆっくり探しに行きましょう。めっちゃ近くにいました。しかもこのモア、一番レアな黒モアじゃないですか。さすが天に愛された女、柚木ゆかりですね。モアは卵から孵化した子しか懐かせることができないらしいので、一旦ここに保護しておきます。忘れてなかったら迎えに来るからね。また新しい進捗を達成。これは、アイスストーンですか。フリーザーの燃料に使える、と書いてありますが、凍らせるための燃料って、なんだか変な感じがしますね。後々使うことになりそうですし、これも集めておきましょう。それでは、エーテルにおける拠点を作っていきましょう。めっちゃ近くにゼファーがいる気がしますが、無視して進めていきます。せっかくなので、エーテル製の素材のみで建てたいのだけれど、まだしっかり採取できていないので、今回の拠点は小さめのものにしていきます。スカイルート、色が微妙に暗くて、あまり建築資材に向いてない可能性が。むずいな。重ためになってしまう気がするので、窓を広めにとって光が入りやすくします。エーテルのガラスもあるようなので、後で試してみましょうか。で、捕まっちゃった。なんだってんだ。敵が入ってこないように、取り急ぎフェンスで塞いでおきましょう。今回はロフトを作りたいので、屋根は高めに作っていきます。建物の明かりは、シンプルに松明だけで。こんな感じになりました。敵が多いエーテルにあるということもあって、山小屋のような、シェルターのようなイメージで作ってみました。内装も外装もシンプルですが、その武骨さが、かえってそれっぽくなってる、ということにしてください。ロフトエリアはこんな感じ。使い道はまだ決めてませんが、物置になる予感しかしないです。スカイルートの看板を作って、第2拠点、見づらいな。気を取り直して、看板よし。ここから始まるエーテルの冒険、胸が弾みますね。地上に帰りたい時にいちいちスカイダイビングするのは不便なので、拠点の近くにゲートを作ります。元からあったゲートは壊しちゃって、これで地上とエーテルの拠点がつながりましたね。これはかなり便利になりました。モアが卵を産んでます。確か、自然にスポーンしたモアは人に懐かないけど、卵から孵化したモアとはお友達になれるんですよね。モアの卵を返していきましょう。まず、卵を温めるために、インキュベーターという装置を作りました。僕と契約して魔法師と、こんな感じで、モアの卵をアンプロシアの松明で温めるという仕組みのようですね。それでは、あとは待つだけ、便利な時代になったもんだ。生まれた。かわいいのだけど、なんか、あなた怒ってる？どうやらお腹が空いてイライラしているようなので、この前拾ったエーコルの花びらを食べさせてあげましょう。怒りは収まったようですが、懐いてないような。もう少しあげないといけないんでしょうか。食べてくれなくなっちゃった。どうやらお腹を空かせるのを待つしかないようです。何度か繰り返したら成長するので、もうひと踏ん張りですね。ふむ。では、
他の作業をしながらまったり待ちますか。そういえば、まだサドルも手に入ってないですし、一旦地上に戻って廃校探索に行きましょう。と、早速チェスト発見。名札は嬉しいけど、全体的には微妙ですね。と、アメジストジオートを見つけました。とても綺麗だし、廃校とつながっているのがすごく素敵です。外れ。で、うわぁ。なんだか、すごいところに出てしまいました。渓谷とつながってる感じ、なのかな？外れ。ダイヤも入ってるし、エンチャントは、効率強化4。いいですね。これは当たりです。よし。と、そんなこんなで探索終了。サドルは手に入らなかったけど、結構いい収穫でした。と、ここから見える夕日、好き？サドルはどうしても欲しいので、釣りをしてみます。おお。サドルが釣れました。これでモアに乗ることができますね。ちなみに、これはゆかりさんには内緒なんですけど、実はエーテルを導入するとサドルのレシピが追加されます。しかも結構安めのレシピ。なんか、ドンマイ。いやー、よかったよかった。エーテルに戻ったら、モアがお腹を空かせて待っていました。はい、お食べ。ずいぶん大きくなりましたね。と、これでもう乗れるということでいいのでしょうか。出れない。さあ、実際に飛んでみましょう。すごい。こんな感じで、モアに乗るとジャンプして空を飛ぶことができます。この黒いモアは8回までジャンプすることができるので、結構遠くまで飛んでいくことができそうですね。これで、エーテルの探索も簡単に。どうした？この子たちは天空羊ですね。他のエーテルの動物たちのように空を飛ぶことができるのですが、羊毛を剥がれると飛べなくなっちゃうようです。まだまだエーテルの世界は奥が深そうですね。と、今度は可愛い人を見つけてしまいました。そう言いながら殴らないでくださいよ。と、この子は天空ウサギですね。頭に乗せることもできて、その状態ではジャンプ力が向上し、ホバリングもできるようになり、落下ダメージも無効化されるすごい子です。いやはや、面白くなってきましたね。いろんな動物さんがいますし、見たことのないブロックもたくさん。この調子で、モアちゃんとエーテルを探索し尽くしちゃいましょう。あれは？なんだか、とんでもないものを見つけてしまった予感。これは神殿でしょうか。すごく大きい。一体中には何があるのでしょうか。これはダンジョンですよね。宝箱の中には見たことのないアイテムがたくさん。ザナイト宝石、エーテルの鉱石でしょうか。すごく綺麗です。なんか雰囲気的にはラスボスがいそうな感じですが、うまうまですな。青いスウェット組、これあの青いスライムさんじゃ。と、今度は剣まで入ってました。なんだかすごい大盤振る舞いです。なんだ。いきなり変なモブが湧いたから殴っちゃったけど、そもそもあれ敵なの？あいや、手加減しないって言われてるし敵だわ。と、そんなことを言いながら追いかけてこない模様。意外といけちゃったりで、テレポート？
一旦転身します。あ、モアちゃんそんなところに。あれ、もしかしてこの人神殿の外に出てこれないのかしら。見えた、必勝法。一度殴った後に神殿の外に出て、あれ、外、うわモアちゃんを置いてきちゃったので、パワープレイで神殿に戻ります。アイテムロストも避けられました。よかった。腹いせに神殿を壊していきましょう。噛まないで。さあ、それでは一旦帰りましょう。このダンジョンは今の装備じゃちょっと無理そうです。と、先ほど手に入れた戦利品は一旦置いておいて、もう一度近所の探索をしに行きます。あ、空中クジラ。昔は倒すことができない無敵モブだったという話ですが、今はどうなんでしょうね。あ、何もドロップしないのか。野蛮すぎる。と、青いモアを見つけました。色合い的には黒モアより好きかも。と、これは何でしょう。おう、青いベリー。それブルーベリーでは。なんだか綺麗な木を発見しました。出て純白のリンゴなるものをゲット。なんか硬そうと思ったけど、金リンゴもあるしセーフと、今度は黄金色の木がありました。紅葉してる感じでもあるけど、この世界なら本当に金がなってるとかありそうですよね。ありゃ、スカイルートになっちゃった。でもなんかうまくこの表面の金を採取する方法がありそうですね。金の雲がありました。モアちゃんがいるとはいえ、いつ何があるか分かりませんから、パラシュートの材料に取っていきましょう。なんだなんだ。おお、この青い雲、トランポリンみたいにジャンプできるんですね。面白い。と、また神殿を見つけてしまいました。ちょっとだけ覗いてみます。お、見たことない鉱石が。レコードも入ってますね。後で聞いてみましょう。さて、お次は。なんですかこやつ。あ、こいつはミミック。ダンジョンの宝箱に擬態して開こうとした人を襲う敵モブですね。そんなトラップめいた敵までいるなんて。やっぱりこのダンジョンはもう少し準備をしてから挑戦することにしましょう。と、拠点に帰ってきました。モアちゃん、長旅お疲れ様。と、モアちゃんを座らせてあげたいのですが、なぜかそのためには特別な杖が必要なようで、ザナイト宝石を使って自然の杖を作りました。チンからほい。かわいいね。と、他のモアたちも孵化させてます。だんだん拠点が賑やかになってきていい感じですね。花床を作ってモアちゃんに名前をつけてあげましょう。モアちゃんだからモア太郎でいいか。よろしくね、モア太郎。と、拠点のすぐ近くに不思議な洞窟がありました。なんかダンジョンっぽいですよね。と、モア太郎にはここでお留守番しておいてもらいましょう。さて、それでは探索開始。で、早速出ましたね。とはいえ、この連戦連魔のゆかりさんの前にはミミックなど赤子の手をひねるようなものです。お、キャットだ。この前の神殿のようなダンジョンでもレコードを手に入れていましたし、今度ジュークボックスを作ってみることにしましょう。なんだこいつ。大きな石のように見えますが、もしやツルハシで攻撃する必要があるのだろうか。あ、ツルハシねえや、ツルハシドーン。なんですかこいつ、気持ち悪い。タンマ。なんだってんだ。と、さっきのやつはスライダーですね。
ブロンズダンジョンの主で、プレイヤーがエーテルで初めて戦うことになるダンジョンボスです。目覚めさせる時もそうでしたが、ツルハシや斧、シャベルでしかダメージを与えられない厄介なやつです。直線的な動きで突進してくるだけの単純な攻撃しかしてきませんが、進路上のブロックは問答無用で破壊してきます。突進を受けるとダメージを受けて大きく吹き飛ばされるので注意が必要ですね。そういうことはもっと早く教えて。とにかくアイテムを集めるのが先決ですね。ということで、シルバーダンジョンを回ってアイテムを集めまくります。この天使のようなモブ、バルキューレというらしいのですが、こちらから攻撃しない限り中立とのこと。どこぞの豚野郎と同じってことですね。なので相手を刺激しないように、もらえるものもらっておこうというわけです。と、あれは、多分、このダンジョンのボスですよね。バルキューレの女王。と、ここは、休息を求めるワルキューレの聖域とのこと。それは邪魔してはいけないので、ここは、帰ることにしましょう。後で全部ぶっ壊すので、今のうちに平穏を楽しんで。ということで、ザナイト装備を整えました。ザナイトは、エーテルにおける鉄のようなものなので、これでブロンズダンジョンくらいは攻略できるでしょう。よし、始まりましたね。と、本当だ、こいつ、斜めには動けないんですね。なかなか独特な動きではありますが、少し慣らしたら攻撃に転じます。お、なんか位置が下がった。この状態で真ん中の台座に引っ掛ければ。できたできた。この調子でタイミングを見計らいながら攻撃していけば、そこまで苦労せずに倒せそう、かな。なかなか慣れてきました。それにしても、ツルハシの耐久度の減りが凄まじいです。これは、何本か予備を持ってないと危ないですね。と、そんなこんなで、地味に体力を削りました。勝利は目前、です。なんだ。スライダーの目が赤くなりました。そうか、ウィザーとかも体力がなくなってくると覚醒しますもんね。で、とんでもなく移動速度が速くなってます。ちょっと待ってって。とはいえ、動きには変化がないので、頑張ってついていけば攻撃できますね。そして、最後の一撃を。素敵なメロディーが流れ、進捗、完全勝利を達成しました。この鍵は、宝箱を開けるのに使うようですね。オープン。なんだか、また見たことのないものがたくさん入ってますね。金のスウェット組に、炎の剣、ネプチューンの装備、それにこれは、キングズドップスのハンマーと、何やら、神々の力という進捗を達成しました。もしかして、これはとんでもなく強い武器をゲットしてしまったのでは？それでは一旦拠点に戻りましょう。早速ゲットした武器を試してみたいのです。それではまず、稲妻のナイフから使ってみましょう。投げナイフ、ですかね。すごい、燃えちゃった。その辺のスライムさんに使うには、ちょっともったいない武器でしたね。と、炎の剣も相手を燃やす効果のある武器みたいですね。さて、神々の力ことキングスドップスです。あれ？なんだか普通のハンマーみたいに使っちゃったけど、絶対違う気がする。と、吹き矢はこんな感じで弓矢みたいに使えるようでした。全然当たんねえ。
ジュークボックスを作りました。レコードを再生することができるブロックですね。さて、それでは早速、ダンジョンで見つけたレコードを聴いてみましょう。まずは大定番、キャットから。これぞマインクラフトって感じのワクワクする曲ですね。さて、続いての曲はワルキューレのレコードです。アセンディングダウン、夜明けの光といったところでしょうか。なるほど、これはワルキューレの雰囲気に合った曲ですね。さて、最後に青のレコードです。のノイズストーム、まさかのダブステップ系。なんだか私の思ってたエーテルのイメージとは少し違いますが、いい曲ですね。エーテルにはもっと音楽がありそうですし、どんどん探していきましょう。と、ザナイト宝石とホーリーストーンを使って祭壇を作りました。アイテムに魔力を付与するためのブロックだそうです。使い方はかまどなんかと同じで、石炭の代わりにアンブロシアを使うようですね。まずはホーリーストーンに魔力を注入して治癒の石を作りました。食べると回復がつく石でボス戦でも活躍してくれるので、低コストで作れるのは嬉しいですね。天空雲から金の天空雲を作りました。金の雲も結構いろんなところに生成されているんだけど、これでこれまで以上に手に入れやすくなりました。流度のガラスを作りました。普通のガラスと違ってちょっと光ってるエーテルらしいガラスです。それから金の吹き筒から魔法の吹き筒を作りました。これで魔法のダーツを使うことができるようになりました。ちなみに祭壇を使うことでツールの修復をすることができます。ちょっとこれは便利すぎる気がする。と、流度のガラスを置いてみました。結構綺麗でいい感じ。凍結機を作りました。水を氷にしたりマグマを黒曜石にしたりできる機械です。ちなみに指輪やネックレスを凍らすこともできて、凍らしたアクセサリーを装備することで水の上を歩くことができます。これはちょっと便利な気がする。豚さんを見つけました。蔵をつけてジャンプしてみると、おお、飛べる豚さんはただものではないですね。とはいえモア太郎とは違って飛行中に再ジャンプすることはできないので、隣の島に行ったりするのは不安な感じ。豚は所詮豚だね。と、そんなこんなでエーテルの進捗もいろいろ達成できてきました。次はこのピンクの石を見つけてみたいんだけど、こんなの今までありましたっけ？この石はグラビタイト、エーテルのダイヤのような存在です。重力と反対方向に動く特徴があって、上に何の抑えもないと遥か上空まで浮かび上がっていってしまうようです。なるほど。ということは浮島の下の方を探した方が見つけやすかったりするのかな。あったわ。本当に浮かんでくるんですね。と、早速祭壇で鉱石を精錬し、エンチャントされたグラビタイト、ゲットだぜ。流行りのピンクも手に入れて、いい感じですね。せっかくなので、グラビタイトの装備も作ってみたいのですが、やっぱり全然足りませんね。念のため、拠点の周りをプラプラと探してみたのですが、やっぱり見つかりませんでした。エーテルのダイヤというだけあって、全装備を揃えるのは大変そうです。まあ、焦らず探していくことにしましょうか。と、前回ゲットしたこちらのハンマー。こんな感じで遠距離攻撃ができるアイテムだったみたいです。相手を簡単に吹き飛ばすことができるので、これは確かに神々の力って感じ。
シルバーダンジョンにやってきました。ブロンズダンジョンの戦利品もあるし、ちょっと腕試しにバルキリーの皆さんと戦ってみようというわけです。と、ボスと戦うには、バルキリーさんを10匹倒さないといけないようですね。まあ、このゆかりさんにかかれば、そんなのちょちょいのちょいですわ。そんなこんなで、勲章を集め終わりました。さあ、バルキューレの女王よ、いざ尋常に勝負、です。あれ？なんかバトルが始まらないのですが。もしかして、こんな姑息な手は通用しないってことでしょうか。はあ、仕方ないですね。このゆかりさんが本気を出す時が来たということです。さあ、いざって、ちょっといや、まあそんなというか私本気出してませんでしたし。いや本当に別に全然こんなもんじゃないんですよね。私、みんな他の動画とか見てくれてるから知ってると思うけど本当に普通にマイクラプロですし、私こんなモブに負けるような感じじゃないですよね母。ということで、さすがに準備不足だったので、ブロンズダンジョンを攻略中。ボスを倒した時の戦利品を集めて、装備をガチガチに固めていこうというわけです。サクッとクリア。さてさて、宝箱の中身は？結構見たことがないやつが入ってますね。これは加速のマント。1ブロックの段差を無視して歩けるようになるみたいですね。これは相当便利ですね。と、続いてこちらの雲の杖を使ってみましょうか。かわいい。この杖を使うと小さなゼファーを召喚できるようです。近接武器で敵を攻撃すると、ゼファーたちも氷のつぶてを飛ばして、一緒に援護攻撃をしてくれるみたいですね。かわいいだけでなく強いだなんて、できる子。と、今装備した反発の盾は、装備するとプレイヤーの周りに青いバリアが出て、動かない間、飛び道具を跳ね返してくれるようです。こちらも便利そう。とはいえ、動いちゃいけないってのは、ちょっと使いどころさんが難しそうですね。なんか、止まるたびに画面が可愛くなくなるのも、ちょっとやだ。と、別のブロンズダンジョンを攻略中。で、またミミック。で、なんか見たことないやつが出てきました。こいつはセントリー。ブロンズダンジョンの特定の床を踏むと現れる敵で、プレイヤーに近づくと自爆してくる厄介なやつです。なるほど。なんだかシルバーフィッシュみたいな感じしますね。と、その後は、サクッとボスを倒して、お宝はなんじゃろな、と。これ、バルキューレのランスって。バルキューレが使ってる武器ってこと、ですよね。なんだか、とんでもないものを手に入れてしまった気がするぞ。それでは、早速使ってみましょう。と、ランスというだけあって、ちょっと離れた場所からも攻撃できる感じ、かな。さすがに弓矢とは違って、長距離の攻撃はできないけど、それでも普通より離れた場所から攻撃できるのは便利ですね。続いて不死鳥の弓です。名前がいいね。見た目から察するに、火属性って感じですが。やっぱり燃えてます。いやはや、強い武器が手に入って、これはシルバーダンジョンもいけるのではないでしょうか。というわけで、女王の部屋までやってきました。負ける気がしません。一応ベッドも作ってきました。リスポーンするとき、いちいち拠点まで戻ってたら面倒ですしね。さあ、それではバトルです。よし来た。さっき戦った時、一撃のダメージが大きいことが分かったので、近づきすぎないように気をつけながら戦いましょう。で、あれ？雷の投げナイフ、効いてない？
まあ他の武器で攻撃していきましょう。と近づきすぎないって意味だとランスは最適ですね。なんだこのくるくるしてるやつ。あの弾、調べても何なのかわからないですね。まあ警戒するに越したことはないですね。では外た。どうやら一定時間経つと爆発するようですね。ボスだけではなくこちらにも注意しないといけないとは。苦しいですが仕方ないですね。しかし距離の詰め方がすごい。ぐいぐい来すぎですよ。水に入っちゃうと本当に危ないです。あ、でも向こうも。よし、今のうちに。ちょっとテレポートずるすぎないですか？しかし私だっていつまでもやられているわけではありません。私はプロのクラフターなんですよ。さあゴールが見えてきました。あと一撃行くぞ。勝った。シルバーダンジョンクリアです。お、宝箱の中身にはまたしても見たことのないアイテムたちが。バルキューレの装備に再生の石。何に使うのかはまだ皆目見当がつきませんが、それでも収穫には間違いありませんね。さあ帰りましょう。もうクタクタですよ。こう見るとエーテルの進捗はもうほとんど達成目前って感じがしますね。一番の目標はゴールドダンジョンの攻略ですね。とはいえシルバーダンジョンでもあんなに厳しかったので、しっかり準備をして臨まないと。ということで前に攻略したシルバーダンジョンとは別のダンジョンにやってきました。ダンジョンの中のチェストはなぜかあらかた空っぽなんだけど、まだバルキューレの女王を倒していないのでサクッと攻略してお宝をもらっちゃいましょう。パキッと勲章を集めました。それからバルキューレクイーンも倒しちゃって、お宝の中身はなんじゃろな。お、なんだか見たことのない剣とバルキューレのマントが入ってました。早速マントを着用。と効果のほどはこれはちょっと滞空時間が長くなるって感じですかね。加速のマントの方が便利すと、こちらの剣は割と普通な気がします。これは聖なる剣。攻撃力自体はそこまで高くありませんが、ゾンビやスケルトンなどのアンデッドを一撃で倒すことができるようですね。なるほど。じゃあこれは地上に帰った時まで取っておくことにしましょうか。と探索をしていたら、なんだか面白いシルバーダンジョンを見つけちゃいました。なんて言うんだろう、こういう地形に飲み込まれている感じ、すごく好きです。もともとは他の神殿と同じように作られたんだけど、その後の風化なんかで崖の一部となった遺跡って感じがたまらんですな。とはいえ中身は普通のシルバーダンジョンと変わりませんので、サクサク攻略していきます。攻略しました。なんかワルキューレの女王と戦ってる間に普通のワルキューレがスポーンして、こんなこともあるんだって感じ。とお宝の中身はこんな感じでした。ワルキューレの句はなんだか聖なる生物でも農業するんだって感じ。と結構な収穫があり、なんだあれ。ただものならぬオーラが。食べないでください。もしかしなくてもあれがゴールドダンジョンですよね。まさかこんなところで発見してしまうとは。シルバーダンジョンとは違って遺跡というか
ボス部屋の前の戦闘などはなさそうですね。あ、これ消せちゃうんだ。この部屋に立ち入るとは誠に勇敢な魂の持ち主よ。され、貴様はこの場所に不要だ。我が燃え盛る覇気を恐れぬのか。貴様にしてやれることなど一つとしてない我が平穏の邪魔をするな。さては無知だな貴様。我は太陽の精霊、永遠なる陽光の体現なり。我が生きながらえる限り太陽は沈まぬ。あ、なるほど。エーテルの太陽が沈まないのはこのボスがいるせいだったんですね。貴様の望み通り苦痛にまみれた死をもたらしてやろう。あ、ついつい話を聞いていたら戦闘になってしまいました。で、あれ、攻撃が効かない。なんだ、何がどうなって。とりあえず距離を取りなさい。ちょっとタンマ。一撃のダメージがでかすぎまヒン。太陽の意向に抗おうとする者の運命はかようなものだ。それにしてもあんなに一瞬でやられてしまうとは。これはもう入念に入念を重ねた準備が必要そうですね。と、まあ一旦今できることとしてはグラビタイトの装備を揃えるなのかな。グラビタイトの鉱石自体は浮島の下の方を探すとちょくちょくあったりするのでコツコツと集めていきます。密集している場所がありました。これそのまま取るの怖いな。はい、ということで結構集まったので装備を作っていきましょう。まずはブーツとチェストプレートを作りました。あれ、これグラビタイト足りるか？足りませんでした。と、装備を揃えるだけならあと一つで足りるんだけど、せっかくなので剣も作りたいところ。見つけました。こういう欲を書いた時に最後の一個を見つけるまでの時間、異様に長くなりがち。と、グラビタイトのヘルメットとグラビタイトの剣を作って進捗、反重力を。あれ？なんか一個足りてない2000 years later。グローブのことを完全に忘れていました。はい、ということでグラビタイトの装備をコンプリートしました。グラビタイト装備の防御力と耐久値はダイヤ装備と同じですが、一式を装備するとジャンプがハイジャンプになったり落下ダメージが無効になるようです。ちなみにゆかりさんはこの時ワルキューレのグローブを間違えて装着しちゃったので、その効果は一生確かめられなかった模様。さてと、装備が揃ったところでネザーに行ってきます。なんだか久しぶりすぎて目が痛い。と、ネザーに来た理由ですが、もちろんこの豚を倒して食料を確保する。ドンマイ。はい、ネザーに来た理由ですが、あの太陽の精霊を倒すために火炎耐性のポーションを作ろうと思ってまして、どんなに強い装備があってもあんなに炎まみれの場所にいたらあっという間におだぶつですからね。はい、というわけでネザー要塞にやってきました。フライドポテトはどこにいるかなと、1本目を見つけました。とはいえここはポテトスポナーではなかった模様。残念。フライドポテト。今回の目的であるポーション作りにはこの銅を見てもフライドポテトにしか見えないブレイズロッドというのがたくさん必要なので、たくさん集めていきます。フライヤーがありました。ここにいるとどんどんポテトが出てくるのでうまうまですな。はい、そんなこんなで必要な数が手に入ったので一旦拠点に戻ります。と、あった。醸造台を作りました。この醸造台を使うと材料を組み合わせていろいろな効果を持つポーションを作ることができます。例えば回復ポーションで体力を回復したり、俊敏のポーションで足が速くなったり、暗視のポーションで暗い場所をよく見えるようになったりできるんだけど、今回は炎のダメージを受けないようにしたいというところでして、まず水にネザーウォートを混ぜて奇妙なポーションを作って、
そこにマグマクリームを組み合わせて、はい、耐火のポーションの完成です。と、ついでにレッドストーンを混ぜることで、効果時間を8分に延ばしておきましょう。それで、同じものをもう1セット作りまして。はい、これで、太陽の精霊との決戦の準備はできた、かな？さあ、それでは天空世界に戻りましょう。最後の戦いの始まりです。さて、ゴールドダンジョンまで戻ってきました。前に戦った時、物理的な攻撃は効かなかったのですが、それでも、絶対にダメージを与える方法はあるはずです。まずは攻撃に耐えながら、隙を探していきましょう。さあ、決戦の時間です。一度死ぬ程度では好奇心が満たされぬか。人間、望み通り、普通にまみれた死をもたらしてやろう。と、こう見ると、太陽の精霊は独特の動きをしていますが、バルキューレの女王のように私に迫ってくるって感じではありませんね。出て、なんだこれ？今の見ましたか？なるほど、あの氷の玉を。今度はちっこい太陽の精霊が。こっちは、ちゃんと攻撃が効くみたいで一安心ですが。タイミング的に、太陽の精霊に氷の玉をぶつけると、チビが生成されて攻撃してくるって感じですかね。よし、試してみましょう。くらえ。よし、どうだ？やっぱり小さいのが生成されています。なるほど、ダメージを与えられても油断できないとは。で、やばい。バルキューレのランスを落としてしまいました。これ、燃えちゃったかな？仕方ありません。他の武器で。おりゃ。この戦い方にもだんだんと慣れてきました。しかしこれ、耐火のポーションを用意していて本当に良かったです。さすがに、氷の玉を追いかけながら、炎の玉を避けて、太陽の精霊とちびすけを避けて、床の火を消して、なんてやってたら一生終わりませんよ。やっぱり準備って大事だね。よし、もう少しです。惜しい。さすがに慌ててしまうというか、うまく狙いを定めづらくなってきました。落ち着けよ。今だ。よし、いけるぞ。あと一発。凍えるような寒さ。これが痛みか。勝った。ドロップアイテムは、鍵と太陽の祭壇。この祭壇で何が？いいや、ここはお宝だけもらって帰りましょう。もう、疲れちゃいましたよ。宝箱の中身は、さすがに豪華ですね。グラビタイトの装備に、これは、不死鳥の装備ですか。不死鳥のアイテムは、これまでも炎系の効果があったので、装備だと耐火って感じでしょうかね。早速装備してみたんだけど、ヘルメットだけ入ってなかったんですね。ってことはコンプリートするためには複数体を。
帰りますか。まあ、とはいえ今回で攻略の仕方はわかりましたし、一旦拠点に帰ってのんびり。もう、嘘でしょ。本当に疲れてんだから勘弁してよ。なんか燃えてるような音が。というか、そもそもここ、どこ？エーテルの拠点から結構離れていたので、地上ではすごい距離離れてたりするんじゃ。もう、こんな時に限って。と、なんともいいところに村がありました。おーい、助けてくれー。優しい村人さんにお家を貸してもらいました。はあ、じゃあ帰りますか。運がいいのか悪いのか、割と拠点と近かったので、すんなり帰ってくることができました。遠くから煙突の煙が見えた時の安心感、すごい。と、エーテルにも戻ってくることができました。それでは、先ほど手に入れた太陽の祭壇を使ってみようかな。この辺でいいか。これは、なるほど、時間を操ることができるんですね。永遠の陽光ともお別れ。日の沈まぬこの空に、ようやく夕暮れが訪れたわけですか。ははは、面白い。はい、夜にしてみました。実は私、この世界に来てからずっとやりたかったことがあるんですよ。それが、睡眠です。ゲームの中でくらいゆっくり寝させてほしいものですよね。おはようございます。休憩も兼ねて、地上でのんびりハンティング中。モアちゃんと一緒に空を飛び回るのも楽しいですが、やはり私には地上がしっくりきますね。そういえば、最近泳いでいる時に、キュンキュンと音が鳴るのですが、これは一体何なのでしょうか。まあ、特にダメージを受けているわけでもないです。なんか今、なんじゃこりゃ。不死鳥の装備が黒曜石になっちゃいました。でも、わざわざ隠しギミック的に変化するんですし、もしかしたら性能強化されてるとか。黒曜石の装備になると、不死鳥の装備の時の耐火の効果がなくなって、代わりに、特に何の効果もなくなるみたいですね。うそん。なんだか、すごく切ない。これじゃ私、ただ黒くて硬い鎧つけてる人じゃないですか。言ってても仕方ないですよね。今地上に戻ってきた理由の一つが、本を作るためでして、この本を使って、伝承の書を作りました。エーテルに初めて行った時にもらったガイドブックみたいなやつですね。そして伝承の本の中に伝承の本を入れて目標インセプションを達成しました。やかましいな。空のお散歩は気持ちいいぞい。とゼファーだ。せっかくなので倒しておきますか。なんか挑戦を達成しちゃった。キングスドックスのハンマーでゼファーを倒す。そんな進捗があったのか。と、続いてこちらのワルキューレの句は、実は、こちらも進捗があるようでして。こんな感じで耕すのに使うと、挑戦、略奪者の航海を達成しました。せっかく頑張ってダンジョンをクリアしたのに、報酬がただのクワだったのは、確かに後悔です。と、いよいよエーテルの進捗も埋まってきましたね。それでは、最後の目標を達成するために、もう一度ゴールドダンジョンに向かうことにします。夜になると、ちょっとわかりやすい気がします。貴様の望み通り、苦痛にまみれた死をもたらしてやろう。もたらしました。宝箱の中身はもう一チャレンジです。もたらしました。
宝箱の中身は？お、あったあった。はい、今回のお目当ては不死鳥のヘルメットでした。これで不死鳥の装備は全て揃ったんだけど、もちろんこれで終わりではありません。それでは地上に戻りましょうか。長かったような短かったようなこの夏もそろそろ終わりです。それでは最後の仕上げをしていきましょうか。はい、すべての黒曜石装備を手に入れ、挑戦、さっと水にくぐらせを達成しました。といったところで、すべてのダンジョンの攻略、すべてのエーテル進捗の達成と、この動画の目標を達成しました。さて、こんなところで、この天空世界に平穏な日々を終わりとさせていただきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この旅路はここで終わりますが、またいつか、どこかで一緒に旅をしましょう。それでは、その日まで。サラダバー。